おはようございます。現在の時刻は6時46分です。寝袋とかもうそのフル装備で寝たんで全く寒くなくて快適なね夜を過ごすことができました。で、気になる外の気温なんですけども、外気温はマイナス 11.4 度って出てますね。これは寒い。で、車内の気温はねマイナス 5.6 度です。ですね、人生初の氷点下10度の中での車中泊が成功したということですね。やりました。マイナス10度と言ったらね、北海道に行っても車中泊できる装備っていうことですね。この布団類は分かりました。この布団セットは最高ですね。やりました。で、ちなみに車内の気温がマイナス5度ですけども、ポータブル電源で照明つけてるんですけども、マイナス5度でも電源も動いてるという格好ですね。で、窓ガラスはガリガリに凍ってますね。で、気になるのがもう一個の電源なんですけども、ランプついてるんで電気切ってますね。ちょっと待って、ドアが凍って開きません。よいしょ。よし、開いた。 AC200MAX もねちゃんと動いてます。昨晩ね電源入れっぱなしで放置したんで OK だったみたいですね。でも AC だけはオフにしとかんといけんかった。こりゃよいしょ。マイナス5度って言ったらでもね、食べ物は凍ってません。キンキンにねバナナで釘が打てるような感じではなくてから、こっちはねちゃんとソフトのままですね。はい。で、1個気になるのが、こちらの車両はね車のバッテリーをリチウム電池に変えてるんですよね。で、外気温がマイナス10度の時にエンジンにかかるのかっていうのはね、これもすごい気になるんで、ちょっとね実験してみましょう。これでかかれば北海道この装備で行けるってことなんですけども、どうでしょうか。かかりました。現在の今日ねマイナス 11.8 度とか出てますけども、問題なく動きました。すごい。だからもうこれ本当にそのまま北海道行けますね。やりましたと気づきます。ですのでね、僕はねこの車がどんな性能なのかっていうのが気になってたんですけども、ちゃんとね問題なく旅に出れる車ってことが分かりました。素晴らしいです。これは大満足ですね。ほいでびっくり、富士山だすごいいい景色ですね。富士山、周りがね朝もやに包まれてますね。すごい。向こうの方がね湖なんで、UCC コーヒーを沸かしてね持って行って飲みましょう。で、ちょっとね寒いんで、まずはねマイナス10度11度でこれがつくかなんですけども、ついた。すごい。車内ねマイナス5度なのにからつきましたね。すごっ。火力は弱いんですけど、この分はねもう凍えた分なんで、すごいな。よし。ということでちょっとお湯沸かしましょう。ダメですね。ちょっとガスのパワーが弱すぎますね。仕方がないんでね、これはちょっとね僕が持ってから人体で温めときましょう。服の中にねしまっておきます。よいしょ。ガスボンベキンキンに冷えてます。よし、沸きました。 OK。 よし、じゃあねちょっと山中湖の方行ってみましょう。富士山の方を目指していけばね多分湖あると思います。ちなみにね今回車中泊させてもらった場所はトイレには近いんですけども、湖まではねちょっと距離がある場所です。コーヒー持ってる手がね外側がキンキンに冷たいです。指これ凍傷でちぎれるかもしれん。すっごい寒い。反対がグローブしてるんですけどね。はい、やってきました。すっごい熱っ。すごい。湖これ凍ってますね。すごい。これはいい富士山。椅子とか腰掛ける場所ないですね。適当にその辺座りましょう。はい、到着です。富士山ですね、目の前でね。ここね氷上なんですけども、皆さんね公園の上にね三脚出したり歩いたりしたらアートがあるんですよね。ちょっと僕もねすごい気になるんで行ってみましょう。歩けるのかな、本当に歩いて大丈夫なんだろうか。なんかね結構ミシミシいってる。怖い。これを多分ねこれ深いと思うんですけどもね、どこまでいけるのか。アイスチャレンジ。
っていうのは怖いんでね、やめときましょう。今ね、氷の上に立ってます。いいもの見れたな、こりゃ。CG みたい。皆さんご覧ください。見てわかりますかね。わけわかんない雲の出方します。湖の上にね、なんか雲がこんな感じでビューっと出てます。そんな出方もするんだ。初めて見た。なんか向こうにはね、超巨大なスワンボートがありますね。かわいい。よし。じゃあね、いいもの見させてもらったんで、帰りましょう。早起きして正解でしたね。いいもの見れました。はい、帰ってきました。ただいま。気がついたんですけどね、カースロープから落ちてますね、これ車が。なるほどな。凍ってる場合にはね、ずるっと滑って落ちてきちゃうみたいです。仕方ないですね、これは。よし、よいしょ。はい、ただいま。ということで、外気温はマイナス 4.6 度ですね。一気に気温がね、上がってきました。でもね、車内はやっぱちょっとまだ寒いんで、服の中でね、温めたガス管で温めたいと思います。よし。今度は大丈夫。はい、ということでね、車内暖かくなってきたんですけども、今日もね、やっぱしまだ PC 作業いろいろあるんで、まずはね、そちらの方、車内でしたいと思います。ちなみに現在の時刻は8時です。眩しいんでね、こんな感じにしておきます。仕方がないですね。今コーラ飲もうと思って開けたら、これ、凍ってます。なんかね、シャーベット状になってます。すごい。すごい。しかもね、結構美味しいです。はい。ちょっとね、PC 作業中ですけども、あとお腹空いてきたんで、昨日のね、ドボン鍋を温めましょう。もう、これはね、早炊きとかでいいと思うんで、このまま放置します。はい、できましたね。もういいでしょう。止めときます。OK。で、作業がね、もうちょいなんで、先に終わらせます。ということでね、作業ちょっととりあえず終了したんで、ご飯にしましょう。現在時刻はね、12時4分です。結構時間かかりますね、やっぱし。よし。で、またしてもね、この容器でいただきましょう。もう昨日の分使い回します。どこかのね、知らんおっさんが使った分じゃなくて、僕が使った分なんでね、清潔です。それじゃあね、いただきましょう。いただきます。出してお味は。美味しい。最高ですね。キャベツはね、もう本当にトロトロで、お肉がね、またいい味してるんですよね、これ。温まります。ということで、ちょっとゆっくりいただきます。はい。全部食べて完食です。ごちそうさまでした。片付けをね、ちょっとしときましょう。はい。これですけどもね、紙皿全く汚れてません。アイラップにね、包んでやるだけで OK でした。ということでね、いい時間になったんで、そろそろね、移動できるように片付けの方したいと思います。はい。ということで、今、ものすごいいい天気。で、ソーラーパネルの方でね、しっかり発電はできてるんですけども、実はね、この EB180、朝一番は全然充電してくれなかったんですよね。で、なんでかなと思ったら、なんかエラーコードが出てて、それ調べたらね、本体が冷えてて、0度以下だと充電できないっていう格好だったらしいんですよね。ですね、ちょっとごめんなさい。僕ね、動画外でこれを外して、本体持って、本体この辺に置いてからね、太陽光で温めて、で、1時間ぐらいかなして戻したら充電できるようになったんで、今充電されてます。ちなみに、82ワットとかぐらいで発電できます。素晴らしいですね。はーい。ということでね、寝袋、まずは片付けましょう。これね、どこのメーカーのものかわかんないんですけども、冬用の分で、モコモコなんですけども、これ一つあってよかったです、本当に。全然寒くなかったです。でね、話戻るんですけども、さっきのポータブル電源、この分をね、北海道に連れてった場合には、北海道日中の気温がね、0度以下の日の方が多いはずで、多分電源がね、ずーっと充電できないままになっちゃうような気がするんで、これはちょっと厳しいですね。そういう点も踏まえてね、なんかその、氷点下対策考えないといけませんね。はい、完了。はい、ということでね、車片付けは終わったんですけども、ちょっとね、小腹が空いたんで、余ってるものでね、パッと作りましょう。これね、実はね、初日のゆで卵もまだあるんで、これを使ってね、パッと朝食作ります。これね、片ゆで卵にしてあって、ずーっと冷やしてたんで、傷んでないです。大丈夫です。はい、上手にね、剥けました。なんかね、ちょっとギリギリっぽいですけども、多分大丈夫です。よいしょ。はい。で、塩コショウ。マヨネーズ。
で、しっかり揉んで、卵サラダみたいなものを作って、ちょっとパンボロボロですね。あらららら。仕方がないんでね、ちょっとチーズを接着剤代わりに使いましょう。こうやって置いて、せっかくなんでね、ソーセージも一緒に乗せておきましょう。こんな感じで乗せて、こうやって、ちょっとね、破けてるんで、この分の上に乗せ焼いて取り出しましょう。よいしょ。はい。で、こうですね。これで OK。180度で4分ほど焼きます。はい、できました。どうでしょう。よっと。おー、上手にできてますね。綺麗にこんがり焼けてます。よっこいしょっと。はい、OK。美味しそうにできました。はい、ということで、ちょっといただきます。いただきます。うん。美味しい。よいしょ。はい、チーズのせパン。うん。ちょっとね、卵がね、ギリっぽいですけども、ギリギリいけます。いただきます。うまい。はい。ということでね、作業が終わってるんで、もうね、ちょっとまた別の場所に移動しようと思うんですけども、実はね、今いる山中湖の方に、山中湖のカバっていうのがあるんですよね。で、それはね、水陸両用車なんで、この山中湖の中をね、ぐるっと回ってくれるそうなんで、もうせっかくなんでね、そちら乗りたいなと思って、さっき電話をしてみましたら、山中湖が今凍ってるから、船をね、昨日、今日、明日の3日間は出さないようにするというお返事をいただきまして、結局ね、僕はね、このツアーに参加することができませんでした。はい。ということでね、ちょっとパンを食べながらいろいろ調べてましたら、この近くに忍者村みたいなところがあるんですけども、そちらに行こうかと思ったら、営業時間が16時まででもうあと1時間50分しかないんで、ちょっと行くのは何かなというのと、富士五湖の辺でね、車中泊しようと思ったんですけども、目をつけてた RV パークさんがね、今日もう予約でいっぱいだったみたいなんですよね。ですんでね、ちょっとこの辺でもう車中泊できないんですよね。なので、もう今回はね、南を下ってから富士山の方下っていって、静岡県の方に入ってね、静岡県のどっかで、車中泊させていただきたいと思います。はい。で、その前にね、森の駅富士山さんっていうね、お土産屋さんが富士山のね、真南あたりにあるんで、まずはね、ちょっとそちらの方に行って、富士山まで来たんでね、お土産を買いに行ってみたいと思います。はい。まあちょっとカバとね、水陸両用車と忍者村はちょっと残念ですけども、今回はね、諦めて南下しましょう。ということでね、行きましょう。よいしょ。はい。100円、200円、300円。OK。よし、行きましょう。はい、キラーさん、一泊させていただき、ありがとうございました。よし、じゃあね、ゆっくり行きましょう。斜め左方向です。カバパス乗り場ここだったみたいですね。乗りたかったな。はい、行きましょう。髪の毛ね、すごい伸びてからなんかおかしなことになってますね。ちょっとね、旅中はね切れないんで我慢してください皆さん。なんか高速道路みたいな道に出てきたぞこれ。とりあえずね、安全運転で行きましょう。はい、美濃のインターっていうところをね降ります。おー、惜しいな。富士山の上雲かかってますね。これはこっちから見えると思ったんだけどな。そういえばね、富士山の周りを今走ってるんですけども、この辺が富士の樹海なのかな、違うのかな、よくわかりませんね。上り坂がきつくてね、あんまり登ってくれません。頑張れ頑張れ7枚の計。はい、これで頂上を越えたかな。下りに入りました。よく頑張ってくれる7枚の計。目的地のね、近くまでやってきたんですけども、これね、右側が駐車場っぽいところではあるんですけども、あそこでは車着できませんね、絶対に。はい、ということで、到着ですね。P 入り口、こうか。ここですね。よいしょ。車をね、どこに止めればいいのかちょっと分かりませんね、これ。駐車場の形が全く見えない。ちょっと適当にね、止めさせてもらいましょう。よいしょ。はい。到着です。
はい、ということでね、こちらがね、森の駅富士山なんですけども、ちょっとね、外降りてみますね。こちらね、皆さん、スキーとか雪遊びとかして遊んでますね。すごい、鎌倉作ったりとかして遊んでる。ここ、あれお土産とか売ってるところじゃないのかな。僕、お土産コーナーあると思ってきたんですけどもね、空いてることを期待していってみたいと思うんですけども、ね、休業中って書いてありますね。嘘でしょ？そうなんだ。こちらまで休業日とは思いませんでした。お土産買いに来た時からお土産買えませんね、これは。こういうところでね、土日は絶対空いてるものと思ってました。失敗です。すいません。車にね、戻ります。ちょっとね、今、お手洗い行ってきたんですけども、ここの駐車場ね、車中泊できるかなと思ったら多分できると思うんですけど、人が多いから相当賑やかな場所だと思います。相当人が多いです。はい。ということでね、車に持ってきたんですけども、お土産やっぱし富士山のふもとで買っときたかったんですよね。で、どこないかなと思ったんですけども、道の駅富士下りっていうところがね、ありましたんで、もうそちらにね、お土産を買いに行ってみたいと思います。ちなみに、もうね、ちょっと有料道路使いながら、一気に下っていこうと思います。はい。ということでね、何をしに来たのか、もうわからないことになっちゃったんですけども、とりあえずね、道の駅富士山の方にね、移動してみたいと思います。行きましょう。料金所で料金自動回収とかなってますけどね。ETC とかじゃなくて、何いいんでしょ？よいしょ。はい。いくら？520円。表示された料金を計算してください。ご利用ありがとうございました。はい、料金ね、520円でした。意外といるんですね。ヤフーマップを使ってない時に限って料金がいるところを通っちゃうというね。で、こちらはね、スキー場ですかね。もう車いっぱいです。やっぱり皆さんね、アウトドアで楽しまれてるみたいですね。520円の道にしてはちょっと道が結構悪いですね。ガタガタしてます。はい、出口ですけども、開いた。なるほど。はい、さっきの有料区間よりもこっちの方が道がいいです。はい、富士山はね、だいぶ下ってきました。もうこの辺にはね、雪全く残ってませんね。絶好調。はい、ここですね、道の駅。到着です。ちょっと狭めですね。あと、お土産売ってるのかな、ここ。はい、到着です。景色は最高。すごくいいですね。なんですけどもね、ここ、お土産売ってるんでしょうか。なんかお蕎麦屋さんしかないような気がするんですけど。どういうこと？道の駅富士ってお蕎麦屋さんしかないです。お土産屋さんがない。お土産屋さんはどうやらね、向こう側の上り車線に行かないとないみたいですね。困ったな。どうやったら行けるんだろう。ちょっとね、調べましょう。こっから向こうに行く方法。向こうに行く方法は何本かあるんですけども、なんか間もなく閉店で5時には閉店するらしいんですよね。ですね、行けませんね。うわー、信じられない。またしてもね、ちょっとここに来てそんなことになるのか。なんでこんなことになるんだろう。ほんとついてないですね、今日全然。もうね、この目の前のサービスエリアはあと15分ぐらいで閉まっちゃうんで、もう行くに行けないんで、こちらのね、道の駅目指します。道の駅、宇都谷峠さんですね。こちらはね、7時まで空いてるそうで、こっから行ってもね、45分ぐらいで行けるみたいなんで、到着してもね、絶対空いてるんで、もうこちらに移動させてもらいます。富士山のふもとでね、お土産買いたかったんですけども、我慢しましょう。ということでね、出発です。本当についてません。さあ、目指しましょう。光の差す場所へ。はい、近づいてきました。そろそろですね。はい、こちらですね。よいしょ。そこの辺止めさせてもらいましょう。はい、到着です。ということでね、道の駅宇都谷峠さんの方にね、いただきました。こちらにはね、さすがにお土産あると思うんで、早速ね、ちょっと
富士山のお土産あるかどうか分かりませんけども、行ってみましょう。さあ、どうでしょうか。お店はありますね。こちらね、もう静岡に入っちゃってますね。朗報です。富士山のお土産ありました。こっちがねショコラケーキで、こっちがねクランチチョコですね。かわいい。540円。これにねさせていただきましょう。富士山のお土産ありました。無事ゲットです。 OK で、これとは別に他のものも買いましょう。これですね、このあべかば餅がねすごい美味しそうなんですよね。ですね、これもいただきましょう。でこれおでん粉っていうのがあって、お好み焼きにも焼きそばにもたこ焼きにも使える粉らしいんでね、こちらも購入させてもらいましょう。そうですね、お願いします。大丈夫です。あとね、おでんがめちゃくちゃ美味しそうなんで、いくつかねいただきましょう。とりあえずね、このふわっていう分とか黒はんぺんとかいただきたいね。いただきましょう。この3ついただきます。これ粉かけても大丈夫なんです。ありがたい、かけていきましょう。はい、すいません、ありがとうございます。よし、はい、ということでね、いいもの買えました。よかったちょっと車に戻りましょう。よっこいしょ。はい、ということでね、なんとかね念願のお土産買うことができました。よかったです。僕ねこれでもお土産が欲しかっただけなのにから、もう移動に移動を重ねて今静岡県に入ってますからね、もう本当にねちょっと疲れました。はい。で、現在の時刻はもう5時45分回ってるんで、今夜の宿泊場所を探さないといけないんですけども、宿泊場所に関して、いろいろ調べましたら、展望台に僕はよく行かしてもらうんですけども、展望台はなんかね休日なんでやっぱり人が相当多いらしいんですよね。ですんで、そういった場所を避けてから、もう今回はね静波海岸っていうところはねすごいたくさん駐車場とトイレがあることが分かったんで、こちらの方にね行かせていただきたいと思います。で、お風呂に関しましては、いろいろ調べたんですけども、僕今日ねほとんど何もしてないんで、すごい綺麗な体のままなんで、今日1日ぐらいはねお風呂いいかなという考えで、お風呂はね明日入ることにします。で、あとねお買い物に関してなんですけども、お買い物がねエブリィビッグデー吉田店さんっていうところがあって、なんかねお惣菜のバリエーションも多いようなお店らしいんで、ちょっとねもうこちらに行ってお買い物をねさせてもらいたいと思います。はい。ちなみにねこちらまでは約30分ぐらいで行けるそうなんで、もう6時回ってるんですけども、安全運転でねゆっくり向かいたいと思います。はい、ということでね行きましょう。よし、出発です。9km 道なりです。続いて左方向です。はい、ということでね到着ですね。これははい、ということでね到着です。エブリィビッグデーさんですね。何やらすごく明るくてからねいいものがたくさんありそうな雰囲気ありますね。ということでね行きましょう。果たしてどんな出会いがあるでしょうか。静岡初スーパー。よし、行ってきます。よいしょ。島田屋あんかけ片焼きそば。おー、こんなあるんだ。美味しそう。すごい大きいパックですけども、賢者のメガパックって書いてあります。賢い人はこれを買えっていうことでしょうね。バレンタインデーが近いからかな。ハート型のステーキ売ってます。これやばいですね。マグロのたたきがね売られてます。うわー、美味しそう。すごいな。これはちょっといいな。今晩マグロのたたき丼にしましょうかね。これそうしよう。決定ですね。よし、はい、しっかりね買いました。いい買い物できました。なんかね想像以上にねいいものがたくさんあってから買いすぎました。よしよし。はい、ということで、ね、今から目指す場所は静波海岸っていうところなんですけども、そちらの方まではねもうなんか13分14分ぐらいで着くそうなんで、もうねパッと向かいたいと思います。じゃあね行きましょう。はい、到着です。やったー。夜のね海岸沿いに到着です。やりました。あちらがお手洗いですね。この建物お手洗いですね。いうことは泊まれますね。これはよし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 。
ちょっとね、トイレ見に行ってみましょう。こちらのね、トイレ、使用可能だと思うんですけども、ありゃ、使用禁止になってますね。なんで？特に何もない場所なんですけども、ダメみたいですね。どうしようかな。車にトイレセットは積んでるんで、トイレがない場所でも別に問題はないんですけれども、やっぱしあるに越したことはないんで、ちょっとね、移動して行ってみましょう。向こう側にまだ3つも4つもね、おトイレスポットはあるんで、そちらの方、ちょっと移動してみたいと思います。行きましょう。左側、だいぶね、車止まってますね。ここはお手洗いですけども、ここは電気ついてますね。こちらではね、利用可能なようですね。でも、こっちに入っていける道は、ありますね。多分どっか入っていけますね。了解です。じゃあね、こちら入れさせてもらいましょう。はい。なるほど。いい感じですね、これは。で、他の方のね、邪魔にならないように、ちょっと場所選んで止めます。どこがいいんだろう。おお。あれ、なんかと思ったら、おたげか。びっくりした。何が回ってるのかと思った。どの辺に止めましょうかね。今ね、向こうの方ではね、同じようにこの辺の列に止めてる方がいらっしゃったんで、僕もね、一晩だけなんで、ちょっとこの辺止めさせてもらいましょうかね。よし、そうしましょう。すごくいい場所だ、こりゃ。よし、ということでね、ちょっと車を下げて調整します。よし、この辺にして、で、水平チェック。前後方向はよしで、左右方向はちょっとこっち側でですね、少し。なるほど。一応ね、とりあえず、一段ずつね、登っておきましょう。よいしょ。ここと、それから前輪。で、よし、OK かな。はい、大体よしですね。ちょっと上がりすぎた感があるかもしれませんけども、向こうが高い、こっちが高い方がね、まだいいんで、よいしょします。はい。ということでね、車内にこもって、ちょっとゆっくりしたいと思います。はい。ということでね、車に乗ったら、20時16分でした。すっかりね、遅くなってしまいましたね。で、もうね、お腹も空いてるんで、晩ご飯にしようと思うんですけども、今日はね、ちょっと食べるものもあるんですけども、さらにね、食べるものいろいろ買ってきました。ということで、ちょっと広げてみますと、はい、こんな感じで、まずはこちらからなんですけども、このお鍋の素類はね、僕、生まれて初めて見たんで、買ってきました。自分へのお土産ですね、これは。はい。で、砂糖がないんで砂糖と、あとね、トウモロコシの海鮮詰めフライとかっていう謎の食材があったんで買ってきました。美味しそうです。しかも半額。こちらもそうですね。で、飲み物類。で、あとね、これがね、発売されたばかりの謎のランチパックとのことでね、すごい興味があったんで買ってきました。で、今夜のね、メイン食材がこちらで、マグロのたたきがね、売られてたんで、買ってきました。すごい安いんですもん。だって300円ぐらいでからね、こんだけの量入ってるんで、もう我慢しきれず買ってきました。ですんで、今夜は、こちらでね、マグロのたたき丼を作って食べたいと思います。はい。で、たたき丼を作るには、ご飯がいるんで、まずはご飯を炊いて、炊いてる間に、この辺のね、食材で、もう宴会をしたいと思います。はい。ということでね、もう早速行きましょう。餅は餅屋なんでね、もうご飯は炊飯器で炊きます。無洗米 100cc。で、水 150cc。これぐらいで OK です。よし。はい。P 言ったけども。ということでね、ちょっとまずはこちらで付け置きして置いておきます。で、まずはね、揚げ物食べましょう。くっつきにくいホイルをね、内側に敷いて、この棒をね、汚さないようにします。これなんですけども、すごいな、これ。トウモロコシが列になってるから、どういった分なんだろう。すごい気になりますけどもね。ちょっと置いていきましょう。美味しそう。で、僕はね、白身フライがもう本当に、3度の飯より好きなんで、白身フライも入れます。1個しか入らんわ。で、温めましょう。よいしょ。180度で、4分で OK です。すいません、忘れてました。燻製屋入れます。これね、5本入れた分を僕ね、運転中に2本ほど丸かじりしました。美味しかったです。おやつ代わりに食べてました。よし、しばらく待ちましょう。はい。でね、今、見てみたんですけども、現在ね、車外の気温は7度もあります。めちゃめちゃ暖かいですね。車内もね、14度もあるんで、もう腕まくり状態です。このくらいの気温がね、一番気持ちがいいですね。はい、できましたね。しっかり温まってます。パリパリですね。OK。ということでね、ちょっと美味しそうなもんできたんで、もうね、早速いただきたいと思います。いただきます。まずはね、何はともあれ、静岡のおでんからいただきましょう。これはね、なんか灰の部分らしいです。果たしてお味は？
うわ、美味しい。こんなに美味しいんだ。形はしっかりしてるのに、中はね、ほろほろです。美味しい。で、このふりかけみたいなのもね、めちゃめちゃ美味しいです。うわー。もう早速ね、大好きなやつ、いただきましょう。いただきます。たまらない。やっぱしね、おでんにはビールが合いますね。で、これはね、鶏皮ですけど、こちらはおー、美味しい。めちゃくちゃ美味しいです。こんなに美味しいんじゃ。静岡のおでんって。1本ね、120円なんですけども、どれも美味しいです。で、最後はね、これですね。なんか黒はんぺんっていうのが本当は有名らしいんですけども、黒はんぺんは売り切れてました。でもこの魚のね、形をした分、買ってきました。果たしてお味はすり身の団子だ。美味しい。僕、静岡のおでんね、本当に生まれて初めて食べたんですけども、めちゃめちゃ美味しいです。で、続いてはね、やっぱちょっと皆さん気になる、こちらなんですけども、これですね。トウモロコシの海鮮詰めフライとかっていう謎の食べ物です。静岡県民のね、なんか新しいソウルフードらしいんですけども、果たしてお味は中身こんな感じです。すり身とトウモロコシがね、合体してます。これもまた美味しい。トウモロコシね、外れなしとは言いますけども、これはもう大当たりですね。美味しい。はい。ということでね、そうこうしたら、ご飯、水捨てね、白くなったんで、もうね、炊いていきましょう。はい。普通炊きでいきます。なぜか45分かかるんですけどね。多分これね、蒸らしも入れて45分じゃないかと思うんですけどね。違うのかな？まあいいや。はい。ということでね、ご飯炊けました。これ、保温です。で、早速ね、たたき丼作ろうと思うんですけども、まずはね、タレを作ります。よっしょい。もうね、これで作りましょう。ちょっと煮詰めないといけないんでね。まずね、酒大さじ1。はい。次、みりんさじ1。で、醤油。これ2つ。で、砂糖がね、この分量だったら1本か2本なんですけどもね、どっちにしようかな。とりあえず1本。で、あと和風だし。入れて、加熱。で、これ置いといて、あとね、大葉をちょっと刻みましょう。大葉ね、量が少ない分がなかったんで、もう量が多い分にしました。ですね、もうたっぷり使いましょう。多分ね、残しても使い切れないと思うんで、3、4枚はこっち置いといて、あとはね、もう全部刻みます。よし、OK。で、こっちもちょっと煮詰めましょう。溶けましたね。もう OK です。はい、完成。熱いままじゃね、ちょっとダメなんで、いっぺん冷ましましょう。よし、じゃあね、よそいましょう。せーの。よし。いい炊き上がりです。無洗米 100cc の水 150cc。で、これに大葉を並べて、さらに、で、こんな感じで敷き詰めたら、この上にね、叩き。よいしょ。ドーンと入れて、こんな感じですかね。で、ここに作ったタレをドバッとかけて、ちょっと多かった。で、最後にね、これで仕上げにします。はい。ということでね、ちょっと美味しそうなのができたんで、早速ね、いただいてみたいと思います。いただきます。果たしてお味は？めちゃくちゃ美味しいです。すごいよくできてますね、これ。マグロもシソもタレもご飯もね、上手に絡んで、めちゃくちゃ美味しくできてます。これね、ご飯抜いたら400円できてるんで、400円で丼1杯のたたき丼ができたっていうか、ここですね。めちゃめちゃ美味しいです。お酒が欲しいけどもうないんでね、仕方ないんでね、もう一本飲みましょう。ちっちゃいやつ。ということでね、ちょっとあとはゆっくりね、いただきたいと思います。ということでね、全部食べて完食です。ごちそうさまでした。美味しかったです。で、もうね、現在時刻は11時48分で、だいぶね、夜遅くなってきたんで、もう今日はね、そろそろ休みたいと思います。ということでね、ちょっとお手洗いにね、行きましょう。よいしょ。よし。よいしょ。こちらですね。シャワー付きなんだ。すごっ。よし。はい、出てきました。よし。車中泊ね、されてる方がいるみたいです。よし。はい、ただいま。よいしょ。じゃあね、もう布団入りましょう。はい、ということで、布団準備できたんで、ゆっくり休もうと思います。それにしてもね、今日は
災難でした。お土産がね、買いたいだけだったのにから静岡県まで入ってしまいました。まあでもね、この日もありますね。とりあえずね、今もう気がついてるようにキロの方についてるんですけども、まあ明日もね、のんびり安全運転で移動しながら岡山の方を目指したいと思います。はい、ということで、ね、今夜も休みます。おやすみなさい。僕も昔を思い出しました。ですね、ちょっと僕も一丁行ってやれない気分ではあるんですけども、今日は我慢しておきます。悔しいな。はい、ありました。こちらですね。対象年齢もね3歳以上なんで買っても大丈夫です。お願いします。じゃあもうそのままで